ワールド・オブ・ウォーシップスと FPS3 つの違い。この動画ではワールド・オブ・ウォーシップスと APEX などの FPS の似ているようでそうでもない3つの違いと5つの戦術について独断と偏見で語っていきます。ゆっくりしていってね。違いその1、背面は弱点ではない。艦の弱点は背後ではありません。人も艦も被弾面積が最大になり火力投射ができない方向が弱点と言えるでしょう。人は正面と背面が被弾面積が最大になり火力投射できない背後が弱点となります。それに対して艦は側面が被弾面積が最大となります。また後部砲塔は背後に火力投射ができます。つまり艦の弱点は側面、横方向となります。違いその2発見距離。FPS では視線が通っている場合お互いが見えますが、ウォーシップスでは視線が通っていても発見距離より遠いと姿は見えません。発見距離が短い駆逐艦は発見距離が長い戦艦を一方的に見ることが可能です。違いその3機動性。FPS では前後左右に移動できますが、船は前後にしか移動できず横方向へは移動できません。また、移動をするにあたって加速が必要ですが最大速度に到達するまでそれなりの時間長いと20秒以上かかり停止にも同じくらい時間がかかります。旋回についても鈍重な戦艦などは旋回半径がかなり長くなかなか曲がれないといった状況もあります。以上の FPS とワールド・オブ・ウォーシップスの違いを踏まえて FPS では有効な戦術は、ウォーシップスではどうなるのか、5つの戦術の違いを見ていきましょう。戦術その1裏取り。ウォーシップスで同じ効果を得たい場合は側面取りを行いましょう。背面に回り込んでも側面は撃てません。複数で相手を不利な状況に追い込むには十字砲火の状況を作るのがいいです。どちらかに艦を盾にすると片方に側面を晒す状況です。戦術その2背面への攻撃。ウォーシップスでは砲塔は旋回できるため背後にも火力投射ができます。そのため四方の向いていない方向から攻撃しましょう。左方向に四方を向けている艦を右方向から攻撃すれば、相手が反撃してくるまでにそれなりの時間が稼げます。戦術その3角待ち。機動性が違うため角待ちからの先制攻撃は有利とは言えません。発見距離を理解している相手は考慮した距離で回り込んでくるため停戦しているリスクの方が高くなってきます。戦術その4頭出し。FPS では物陰から頭を出しつつ撃ち合う戦術がありますが艦は機動性が低いため撃ってから隠れる場所に戻るまでに時間がかかるためあまり有効な戦術とは言えません。逆にそのくらいの機動力がある艦の場合は物陰ではなく、何もない場所でも同じ動きで砲弾を回避できます。似た効果を狙うには射角を得るために艦を傾け撃ち終わったら艦を盾にして被弾面積を最小にする軌道を行いましょう。戦術その後有利ポジション。FPS では高所などが有利ポジションになりますが、ウォーシップスでは味方の偵察状況によってそのポジションは変化します。島向こうの相手が発見状態の場合、一方的に撃てる位置が有利ポジションになります。味方の誰かしらが敵を発見しない限り有利ポジションは存在しません。あえて言えば、有利ポジションになりがちな場所が有利ポジションと言えるかもしれません。それではティアー2戦場で艦を盾にする動きを見ていきましょう。最後の一騎打ち、ほぼ同じくらいの耐久です。ここで艦を盾にしています。敵砲弾が半分以上外れているのがわかります。側面に砲撃して敵艦を撃沈。同じ状況でも防御を意識することで受けるダメージに差が出ました。今回の教訓は、横だ、横を狙え。柔らか巡洋艦の中には斜めや縦に撃った方がいい変わり種もいます。